いい？リラックスして。肩に力入れないで。まずゆっくり息を吐いて。ちょっと待ってよ、マリン。私まだ心の準備が。っていうか、こんなの、恥ずかしすぎるって。こういう時は、勢いで言っちゃえばいいのよ。大丈夫。私がリードしてあげるから。ね？お帰りなさいませ、ご主人様。お疲れでございましょう。あちらのお席にお座りください。はい、副将。おかえりなさませ。おかえりなさ。ごし。無理。やっぱり私には無理だって。いい加減になさい、あなたたち。ご主人様をいたわることもできないなんて何様のつもり？ててちにやってな。それじゃあただの居酒屋の店員よ。さあ、もう一度やり直すわよ。あら？いいこと？まったく。
えーっと大丈夫です。そうですね。島立さん。あら、ダメね。子羊ちゃん、またお目目を開けたままお昼寝してるわ。はいはい。やり直し。カットカット。カットだよ。僕は、ってなった。ここで僕はビシッと決めなきゃいけないんですかね。いや、でも、そもそもビシッとって何なんでしょうか。擬態語で言われても分かりづらいというか、分からないというか。例えば、バシッとじゃダメなんでしょうか。それにビシッとさんもきっと僕が使うような音じゃないっていうか、僕に使われるような音じゃないっていうか。うざい。なんだ瓶底メガネ殿、小生と一緒に反復横跳び訓練。そうですよね。僕に一番似合う言葉ってやっぱり具材ですよね。ダメだ、収集がつかない。おい、カットだ。あ、その話なら僕知ってるよ。行方不明になった高校生たちはとてとて立ったと飛び立ったよし、いい調子だぜ。次なめくじノロノロ。なあ、今喋ってんだけど、一番バカアホうるさいやつがなんで発声練習してんの？その喉から声帯引き上がしてごま切りにしてパン粉つけて火で軽く炙ってカラスの餌にしていい？ああ。大丈夫だ、心配ないさ。ここはこのおまわりさんに任せて下がってろ。そんなところで噛むか普通。緊張しすぎだってな。それに、顔が力みすぎて、すごく怖がってる。そんな悪人面じゃ、逆にあなたが通報される。リラックス、リラックス。気持ちを落ち着けて、心を解放するんだよ。君はリラックスしすぎだ。悪い。こういうのは変に照れるというか、どうもうまくいかないんだ。大丈夫。何回もやってみればきっと上手くなるよ。よーし、それならば俺が稽古をつけてやんぜ。来い関。あは、鼓膜破れない程度に頑張ってね。
ファイトファイトみゆきちゃん。待ってくれ。あいつの稽古はシャレにならない。おい、相棒。お前も黙って取ってないで、なんとか言え。どうぞご自由に。ああ。困ったな。はあ。特別ですよ。ええ。そうですね。ふふ。君、どうしたんだ？こんなところに座り込んで。って、お前、おじさんのところの、確か、良平だったよな。誰だよ、あんた。みゆきだよ。関みゆき。お前の、まあ、ちょっと離れた兄貴みたいなもんだ。それより、こんな時間までどうした？家には帰らなくていいのか？行きたくない。そうか。燃えた。家がなくなった。死んだ。みんな死んじまった。
良平。間違ってなかった。これは報いだ。正義の制裁だ。悪は必ず滅びるんだ。だから良平。良平、ごめんな。もっと早くに気づいてればよかった。お前がこんなにも追い詰められていたこと、そんなに自分の居場所を探していたことを。でも大丈夫だ。お前がもう一人で苦しむ必要はない。だから、そんなことは言うな。みゆきよ。あいつは。ちょっと出かけてくるよ。母さんと父さんによろしく言っておいてくれ。なあ、そんなに楽しいのか、その高校の連中ってのは。そうだな。面白い奴がいてな。そいつといると、いつも俺の予想を超える出来事ばかりが起きるんだ。いつか紹介するよ。あいつならきっと、お前とも気が合うと思うからさ。はっ、興味ねえ。え？そうですね。同情しました？ただいまより夜時間になります。まもなく食堂はドアをロックされますので、立ち入り禁止となります。では、いい夢を。グッナイ。さすがですね。ああ、それと、これは僕からのアドバイスですが、
人の事情に首を突っ込むのはほどほどにしておいた方がいい。あなたが取るに足らない犯罪者の逆鱗に触れて殺されてしまうのは少々もったいないと思うので。なんてね。それじゃ、おやすみなさい、島立さん。お前ら、おはようございます。朝です。7時になりました。起床時間ですよ。さて、今日も張り切っていきましょう。この絵来なよ。ああ。悪い。そうだな。俺は元気が一番だ。天才だ。よろしくお願いします。おい。いいかしら。本当に安心しました。このまま目が覚めなかったらどうしようかと思いましたよ。この殺し合い学園生活で病魔に侵されて安らかに死亡なんてことになったら本当に笑えない話になるところでしたからねえ。てめえ。まあまあ。うるせえよ。困ったな。皆さんは僕の仲間です。そうですね。ふざけてる。はあ？なんでやねん。俺はどやー。あり？いい子にしてな。
ああ。そうだな。はい。えーっと、ああ。だが、それは、つまり、ってことはよ。いいか。殺し合いは起きなかった。起きたのは、たった一つの事件だけだ。学園の中で監禁された時、事件はもう起きていた。すでに一人の生徒がそこで息絶えていたんだ。そして黒幕からその生徒の死の真相を暴くために学級裁判の参加を強制させられた。精一杯の捜査や推理はしたものの、犯人当てゲームの結果は不正解。そのたった一度の裁判で全員死んだ。俺だけが一人取り残されてな。一度に全員が処刑されたのか。なんということだ。じゃあ俺たちが今2回も裁判をくぐり抜けられているのはものすごい奇跡だったんだね。きっと、俺は悪い。いいかい？はいはい。ね。なんでやねん。覚えてない？おいおいおい。そういえば。そうね。簡単よ。そうでしょ？アダグラ学院映画研究部。それがあの映像の連中の本当の所属だ。待て！つまりなるほどな。ちょっと。ああ。
さいよ。ありえへん。俺たちはねえね全然よくねえよ。なあ、ハタミ。今の話が本当なら、お前さんは初めから、あの映像が偽物って分かってたってことだよな。あ、確かに。あの映像のせいで俺たちは混乱して、浜ヶ谷はおかしくなっちまって、亮が殺されてよ。それなのに、てめえは映像が偽物だって言わずに、黙って俺たちを見てたってことだよな。なんであの時、何も言わなかったんだよ。偽物だって一言言えば、何か変わったかもしれねえのによ。まあまあ。あら、悲しいです。いい加減にしろよ。そうだろ。え？なぜだ。いやいや、そうだろ。ちょっと待てよ。信じてくれ。クマちょっと待ってよ。ねえねえ。プンプン。そうね。そうだろ。えへへへ。動機だよ。あいつはまたあたいたちに殺し合いをけしかける気だ。まったくもう。おはようございます、皆様。それでは、ただいまから学園長の命により、金銭祭の開催をここに宣言いたします。